こんにちは、斉藤直樹です。突然ですが皆さん、キャラクターイラストを描くときに、目から描き始めますか？それとも、輪郭から描き始めますか？どこから描き始めるでしょうか？はい。実はこれについて結構悩んでいる人多くてですね、絵を描き始めたばかりの人ほど、これに悩んでいる人は多いです。ただね、おそらく多くの人は、漫画家さんが絵を描く映像を見たり、あとは一発描きが上手いイラストレーターさんが描く映像を見たりしてね、そっか、目から描き始めればいいんだ。輪郭から描き始めればいいんだ。って参考にしちゃうケースがすごく多いと思うんです。ただね、いきなり言っちゃいます。それ完全に間違ってますよ。はい。今日はですね、キャラクターの描き始めを目から描き始めればいいのか、それとも輪郭から描き始めればいいのか、はたまた他のどこかから描き始めるのが最適なのか、その辺についてね、深掘っていきつつ、この動画を見た皆さんの画力をですね、強制的にガッと上げちゃいたいと思います。この動画を見ていただければ、絵の描き始めに悩むことがなくなり、スムーズに自分の思い通りの絵が描けるようになると思います。ぜひ最後までご覧ください。それと今回はですね、よいしょ。はい、こちら、つくもさんより、こちらの PC、G ギアプレミアムミドルタワー GE7JE261 カスタマイズモデルをお貸しいただいております。はい、めちゃくちゃパワーありそうですよね。後でね、スペックも紹介しながらお絵描きしていきますが、こちらですね、ゲーミング PC なんですが、ゲーミングだけじゃなく、クリエイティブ用途にも最適なカスタマイズになっているということなので、これですね、使用するのが楽しみですね。はい、それでは早速行ってみましょう。目から描くとバランスが崩れる。まずですね、最初に間違った描き方お伝えします。それは、目から描くこと。はい。これですね、実は間違いです。目から描くと絵が下手になります。ただね、こういうことを言うと、僕が好きな漫画家さん、目から描いてたよっていう人大勢いると思います。はい。そういう人もね、いると思います。ただね、そういう漫画家さんって勘違いしてほしくないのが、めちゃめちゃその絵を描き慣れているっていうことです。この点をですね、忘れないでください。もう何万回、下手したら何十万回そのキャラクターを描いているので、バランスがですね、その人の頭の中にも入ってるんですよ。その中でですね、漫画家さんは効率も同時に求められるので、効率を求めた結果、目から描いている。そういう人が少なくありません。じゃあ、一方で、そこまで絵を描き慣れていない人が、そんな漫画家さんの描き方だけを真似して描いたらどうなるのかというと、これね、答えは明らかなんです。プロがですね、頭の中でやっている作業を完全にすっ飛ばしてしまっているわけですから、うまく描けるわけがないんです。はい。わざとですね、バランスを崩して描きましたが、結果的にですね、こんな感じのバランスが微妙に崩れたり、あるいはうまく描けたとしても、全然動きが感じられない硬い絵になってしまうことが多いんですね。はい。じゃあ一方で、顔の輪郭から描くとどうなるのかっていうと、これはですね、目から描くよりも断然いいんですが、これもですね、結局同じです。絵が結構硬くなりがち。少し絵を描き慣れた人って、割とこんな感じでですね、顔の当たりを描いて、で、十字を描いて、目、鼻、口を順番に描いていく。こういう人がね、多いと思います。はい。大変勉強してますね。この描き方は半分合ってます。ただ、こう描いている人であっても、なんとなく絵が硬くなっちゃうんです。動きがある絵になりません。っていう人はとっても多いんです。はい。こんな風にですね、バランスは整ってるんだけど、硬い絵になってしまいました。そうなんです。当たり前なんですよ。実は、これをやる前に、やらなきゃいけない作業が一つあってですね、今書いた二つのやり方は、その作業を完全にすっ飛ばしてしまっているので、動きがあるイラストがほとんどの人が描けない原因になってしまっているんです。はい。でも逆に言えばですね、そのみんながみんなすっ飛ばしてしまう過程を意識さえできれば、あなたの絵はもっともっと魅力的に絵を引きつける絵になります。じゃあ何をすればいいのでしょう？その答えはこれです。ざっくりシルエットを描こう。最初に何をすればいいのか、それはざっくりシルエットを描く。これです。例えばですね、デジタルで描く場合の描き方ですが、まず、ちゃんとした線で描く前にですね、グレーの薄い太い線で、キャラクターが全体にこんな感じに画面に入る予定っていう全体のシルエットをですね、完全に確定じゃなくていいので、画面に当たりを取っていきましょう。ポイントは、細い線で描くんじゃなく、太くて画面を広く塗るようなブラシで、あくまでざっくりと描くことです。最初に線で描くことを意
意識しちゃうとですね、描き慣れた角度や描き順に引っ張られてしまって、動きとか体の傾きが全く意識できなくなってしまうんですが、一度ね、ちゃんと線で描いちゃった後だと、そこから動きをつけていくっていうのが初心者ほど難しくなっちゃうんです。もう見た印象に引っ張られちゃうんですね。そうなんです。輪郭線から描くのって、そういう意味ではね、自分でハードモードにしちゃう行為でもあるんですよ。ただこうやって最初は線を描かずにグレーの色面でざっくりとシルエットを取っておくとどうなるかっていうと、描き慣れた角度や手癖を超えて最初からキャラクターの動きだけを意識することができるので、この後ね、この上に線を描いてみるとわかるんですが、嘘、なんで今までこれしなかったのっていうぐらいスムーズに動きのある絵が描けるようになると思います。熟練の漫画家やイラストレーターは特に人前で描くときにはね、この作業をはしょったりする場合があります。そして目からいきなり描き始めたり、輪郭から描いたりするんです。それにね、惑わされてはいけません。もう上手い人はこの作業を頭の中だけで完結しちゃっているんです。初心者こそまずはシルエットを実際に描いてみる。これを意識してみてください。もし PC がない、アナログで描いているんだけど、どうやってざっくりシルエットを描けばいいのっていう人がいたらですね、その場合は、線を使うしかないですが、鉛筆に力を入れずに軽く持って目を細めてですね、なんかこんな感じで大雑把にキャラクターの動きだけ描いてみよう。どう画面に入るのか描いてみよう。という風にざっくりとシルエットを描くつもりで、最初のざっくりシルエット撮ってみてください。コツはですね、最初からそんなにきっちりと描こうとしないこと。心を解放して、なんかこんな感じみたいな勢いをそのまま紙に写し取るような感じで描いてみてください。G ギアの紹介。さあ、それではここで今回使っている G ギアの内容を見てみましょう。見た目はね、流行りのゲーミング PC と違って光らないシックなデザインです。そしてフロントや天板がメッシュになっていて通気性が良く、パネルはマグネット式になっていて簡単に取り外しがすることができて掃除が簡単です。よくね、ホコリが溜まっちゃいますから、これはいいですね。冷却性がものすごくいいので使っていてすごく静かです。作業に集中できますし、配信との相性も良さそうですね。PC の側面を開けるときにも特に工具は必要なくて、手でくるくるっとね、このネジを開けるだけで蓋が開けられるので、中へのアクセスも結構簡単になっています。はい。デザインがかっこいいだけじゃなく、掃除がしやすくて取り回しがいいのは個人的にね、いいですね。はい。そして静かなのもポイント高いです。そして CPU はというと、クリエイティブ用途に最適な最新の CPU。今年の3月に発売されたばかりのインテル Core Ultra 7 270K プラスが搭載されています。前のモデルと比較して大幅にパワーアップしつつ価格が抑えられているっていう、かなりね、コストパフォーマンスが良いモデルということで、 3D モデルの制作や動画編集、配信を併用するマルチタスクをする上でめちゃくちゃ高い処理速度を実現してくれるマシンということなんですね。はい。僕も今録画しつつ結構高い解像度で書いてみてますが、特にね、処理が重たくなることなくサクサクと作業を進められています。はい。素晴らしいですね。その他のスペックはこんな感じです。撮影中ね、あえて画面の真横に置いて撮影していましたが、静音性も素晴らしく、かなりね、静かな印象でした。普通はね、こんな真横に置いておくことはないかもしれませんが、結構いい感じでしたね。シルエットの上に線画を描こう。さあ、作業の続きをやっていきましょうか。さっき描いたシルエットの上に線を描いていきましょう。ここからは輪郭線を描いた人にとってはいつもの描き順と同じです。大まかに輪郭をとって、目、鼻、口の位置を決めて、体にざっくりとしたポージングを描いて、そして髪型を決めて、そして衣装を描いて、表情を決めてという感じでね、大きな部分から描いていって、そしてどんどん細かい部分に作業を移していくようなイメージで進めていきましょう。そして大まかに全体が整ったら、それをさらに透かして、より丁寧に表情や髪の流れ、衣服の正確性などを意識しながら、さらに細かい線画を描いていきましょう。絵が硬くなっちゃう。描いている途中でバランスが崩れちゃう。いつもの手癖の絵から全然抜け出せない。自分が描いている絵に色々な問題を感じている人多いと思うんですが、その問題の大半は今日紹介したざっくりシルエット。この工程を丸々すっ飛ばしているからに他なりません。この動画を見ている人、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。なんか今まで悩んでたのって何だったの？めちゃくちゃ動きがある絵、自然に描けるんだけどってね、かなり不思議な感覚が味わえると思いますよ。今
回の動画はラフの描き方についてやっているので、線自体はね、そんなにきっちりと整えるようなことはしません。ある程度ざっくりとしたまま進めていきますね。はい、こんな感じ。さらに丁寧に線を描いてみよう。さあ、一旦ざっくりシルエットを元にした全体像が出来上がったので、改めて新しい線画に沿ってグレーを塗り直してみましょう。こうやって全体像を描いてみると、じゃあ背景はこうしようとか途中でね、浮かんでくることもありますので、そういう場合にも途中で躊躇なくアイディアを足していって大丈夫です。僕の場合にはここで背景に文字を足すことを思いついたので、またね、改めてグレーでざっくりと文字のシルエットを描き足しました。さあ、そしてここからやっと線画に入ります。そうなんです。ここからやっとなんです。皆さん、絵を描くときに、ここから始めなきゃいけないって思っている人多いんですが、それね、絵を描き慣れた人の描き方なんだということを認識してください。それをね、認識するだけで、絵は超上手くなります。なぜ絵を描き慣れない人が、絵を描き慣れている人の描き方を見て、逆に混乱してしまうのか、自分は絵を描けないって自信を失ってしまうのか、全く参考にならないかというと、今見せた工程を、絵が上手い人は頭の中だけでやってしまっているので、うまく絵を描くための工程が丸々ね、省略された状態で皆さんが目にしてしまっているからなんですよ。今回は絵が上手い人が頭の中で処理しているざっくりシルエットを皆さんの目にもわかりやすい形で可視化しております。このざっくりシルエットを透かしながら上からこのように線を描くことでかなり綺麗な上手な線画が描けるようになるだけではなく、途中で僕がね、アイデアを足したように自分の想像力を拡張できる役割もあるので、この工程を足すだけでも、この工程を認識して、そしてあなたの工程にちょい足しするだけで、あなたの絵がさらに豊かに、想像力あふれる絵に成長させることができちゃうんですね。これすごいでしょ？ラフに色を塗ろう。さあ、今日お伝えしたかったのは実はここまで。ここまでのポイントを押さえていただければ、動きがある絵が自然に描けるようになっていきますが、せっかくなのでね、ここからはおまけとしてラフに色を塗っていきます。今回使っているつくもの G ギア。このマシンもうすでにとてもパワフルなんですが、用途や予算に合わせてさらにカスタマイズが可能ということです。大量のレイヤーを使用する描画や Adobe のソフトを併用する場合にはメモリを 64GB へアップも可能です。そして作画素材データや動画素材などを保存する余裕が欲しいという場合には SSD 容量アップや HDD の追加も可能ということです。あと絵だけじゃなくてね、がっつりゲームもプレイしたいという人はより高性能な上位のグラフィックカードを搭載したモデルも別途ラインナップされているということなので、ぜひね、チェックしてみてください。ゲーミング PC って聞くと、名前がそうなので仕方ないですけど、ゲーム専用ってね、誤解されがちなんですが、ゲームで求められる高性能 PC って、実はクリエイターにとっても快適な作業環境だったりするんですよね。はい。といったところで、イラスト全体的に簡単にですけどね、色をつけてみました。どうでしょう？目や輪郭からいきなり描き始めると、どうしても硬くなってしまうと思いますが、その前にざっくりシルエットを取ること。これを意識したことで、最初に全体感や大まかな印象をつかむことができます。そして、これ大事なんですが、いきなり整ったイラストを最初から描こうとしない分、かっちりと正確な当たりになりすぎることがないので、自然な傾きや歪みが生まれます。それによってね、動きを感じられるイラストが自然と描けたのがお分かりいただけると思います。はい。ということでいかがだったでしょうか？絵が硬くなっちゃう。一体全体どこから描き始めればいいのか迷っちゃう。そんな方は、今回紹介した動画を参考にしてですね、ぜひざっくりとしたシルエットから描き始めることを意識してみてくださいね。それと今回紹介したつくもさんのゲーミングデスクトップ PC G ギアプレミアムミドルタワー GE7J-E261 カスタマイズモデルについての詳しい情報は概要欄に URL を載せておきましたので、そちらからぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。